皆さんこんにちは、みやまです。今回は最近の買ってよかったものをいくつかまとめてご紹介したいなと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せておくので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。ということで早速1つ目の買ってよかったアイテムがこちらです。じゃじゃーん、ミニバインダー帳ですね。これ小さくて軽いからカバンに入れっぱなしにしておいても全然ストレスたまらないんですよ。外出先でちょっとしたメモをしたい時とかにすごい活躍してくれるんですよね。でしかもこれルーズリーフを補充するタイプのものなので、もういらなくなった使用済みのメモの部分だけ抜いておくっていうことができるんですよ。なので中に入れているこの紙の数っていうのをなるべく最小限に減らすっていうこともできるので、もうとにかくですね、カバンがいつもパンパンで重たいんだみたいな方には非常にですね、荷物を軽くしやすいアイテムなので、その点でも結構個人的には重宝してますね。広げるとこんな感じで横長になってくれるんですよ。なのでパソコンのこういうキーボードとかの手前に置いて、パソコンの方で調べ物して、でメモの方は手書きでこっちのバインダーの方を使うみたいなこともできるようになってます。でこのバインダーのこの辺りの気孔の部分なんですけど、これがですねプラスチック製ではあるんですが、作り結構しっかりしてます。というのもこれ国産品なんですよね。何回も開閉してますけど、今のところ壊れる気配もないですし、本当に気持ちよく閉まって気持ちよく開いてくれる感じなので、開け閉めにストレスがない点も非常に気に入ってます。でこのちょっとグレーがかっているインデックスなんですが、これバインダーを購入した時からもともとついているインデックスですね。片面がつるっとした素材になっていて、で反対側がちょっとザラザラした素材になってるんですけど、下敷きとして結構使いやすいんですよ。こういう風にインデックスのすぐ上にこのルーズリーフ敷いてあげたら、スムーズにペンを走らせることができるんですよね。単純に仕切りとして使ってあげてもいいんですけど、私はもうほぼこれ下敷きとして使ってます。でこのグレーのインデックスの他にもこんな感じでファスナー付きのポケットも付属しています。この中に付箋とかクリップとか、あとちょっとしたカードとかを入れて、で外出先で必要になった時にここから取り出して使ってあげるっていうような感じにしてますね。でこのバインダー帳さらに嬉しいのが交換用のルーズリーフですね。これ結構いろんな種類があるんですよ。トゥードゥーリストとして使えるようなルーズリーフだったりとか、あとは罫線もない完全にまっさらなタイプのものだったり、あと私結構好きなのこのカラータイプのやつとかもあるんですけど、こういうのとかも結構豊富に用意されているので非常に使い勝手がいいんですよね。で交換用のルーズリーフと、あとこのインデックスとかに関してなんですが、なんとこれがですね一般的なこういう大きめのバインダーのタイプにもちゃんと装着できるような穴の感覚なんですよ。なのでこういった無印で購入した大きめのバインダーにも好きなところにこうやってシュッと入れて、でメモ代わりにして使ってあげるみたいなこともできるようになってます。これ結構便利なんですよね。例えば資格勉強中の方だったりしたら、仕事の移動中はこっちのミニバインダーの方を持ち歩いて勉強して、でここにメモした内容とか取っておきたいなっていうものとかはこういう本番勉強用のルーズリーフの方にカチッと挟んで入れてまとめてあげるみたいなこともできるので、いろいろ使っていただく方法があるんじゃないかなと思います。でこのバインダーにくっつけているこのペンとペンホルダーに関しては別のブランドのものをアレンジしてくっつけてます。緑から発売されているベルトシールマグネットと、あとこれはハイテックの3色ボールペンですね。でベルトホルダーについてはここの留め具の部分と根元の部分が両面シールでここにバチッとくっつけているような感じですね。でここの部分はそれぞれマグネットになっているので、自由に開け閉めできるっていうような感じになってます。でこのバインダーに限らずお気に入りの手帳だったりノートだったりにこうやってカスタマイズしてペンホルダーをつけたいっていう時に結構ぴったりのアイテムなんですよ。ただ1点ご注意いただきたいのが、このバインダー表面がちょっとザラザラしてるんですよね。なのでこのペンホルダーをくっつけておくためのこの粘着シートの部分がもしかしたらちょっと接着面が弱くなってる可能性があったりするので、結構ですね何回も何回も付け外ししてるとここの部分とか、あとこっちですね、こっち側の根元の部分とかもポロって取れちゃう可能性があるかもしれないので、ちょっとそこの点だけご注意いただいた方がいいかなと思います。じゃじゃーん、続いての買ってよかったものがこちらですね。これがシャージのミニモバイルバッテリーになります。これがですね完全に見た目が可愛いって思って、もう見た目に一目惚れして購入したものですね。でどれだけ使い勝手いいのかなと思っていろいろ試しに使ってみ
みたところ案外良かったんですよね。ちっちゃいバッグで出かけたい時とかはこのコンパクトさがやっぱめちゃくちゃありがたくて、しかもですねこのモバイルバッテリーすごいのが、まず USB-C のケーブルが、短めではあるんですけれども内蔵されているんですよね。さらにですね、なんとここのちょっと飛び出してる部分あるじゃないですか。これパカッとケース開いてあげると、ここにも USB-C 端子が搭載されているんですよ。でここの端子結構長めなので、こういったケースをつけた iPhone についても全く問題なくこうパチッと挿して充電するっていうことができるようになってます。でなんとさらにここの端子の部分なんですが、よいしょ、こんな感じで取り外すことができるようになってます。で取り外した場合はここの USB-C ポート、他の自分の好きなケーブルを挿していただいてもいいですし、実はもう1個付属しているアダプターがありまして、ライトニングバージョンの端子もですね付属しているんですよ。なのでまだ iPhone がライトニング端子だよみたいな方はこちらのアダプターにパチッと差し替えてあげれば、ちゃんとライトニングでの充電もすることができるっていうような感じになってます。でこちらの内蔵ケーブルとこの交換式のプラグ両方を使って2台のデバイスを同時に充電することも可能になってます。ただこのコンパクトさなので容量は 5000mAh になってます。だいたいざっくり iPhone1 回フル充電できるかなぐらいの容量ですね。でバッテリーの残量についてはここの可愛いオレンジ色のボタンをポチッと押してあげると、この LED ライトの残量でバッテリーの残りがどれぐらいあるのかっていうのも分かるようになってます。で似た仕様のアイテムでいうと、この右側のアンカーのプラグが折りたたみ式になっているタイプのモバイルバッテリーがあるんですが、シャージはここのトップの部分のプラグ交換が可能になってます。ただアンカーはプラグ交換はできません。その代わりシャージはここのプラグの部分が常に飛び出した状態なんですけど、アンカーの方のプラグはパチッと折りたたんでおくことができるようになってます。であと充電の最大出力に関してはシャージの方は最大 12W までなんですけど、アンカーは最大 22.5W での充電が可能になってます。充電の出力自体やっぱりこの右側のアンカーが高いので、とにかくデバイスをさっと充電できるものが欲しいんだっていう場合はこっちのアンカーですかね。もっと全体的な利便性とか見た目を重視したいっていう場合はこっちのシャージかなと思います。続いての買ってよかったものが iPhone 用のアプリでして、それがこちらですね。この右下のところにある DAZ カメラというアプリになります。基本的には iPhone で撮った写真をフィルムカメラとか、あとコンパクトデジタルカメラ風に加工してくれるようなアプリになります。いつも通り何気なく撮った写真をですね、すんごい素敵な雰囲気にしてくれるんですよね。これがですねいろんなタイプのカメラを選べるようになっていて、もうすでに撮り終えた写真ですね、他のカメラで撮った写真だったり、この iPhone でもうすでに昔に撮ってあった写真データとかをこのアプリの中に取り込んで、好きなカメラフィルターを後からかけてあげるみたいなこともできるようになってます。ただちょっとご注意いただきたいのが、このカメラの名前の横に R っていう文字がついているものがあるんですけど、この R がついているものに関しては後から写真データを取り込むっていうことができないんですよね。このカメラを選んであげた状態で撮影したものだけにフィルターがかかるっていうものもあったりするので、そのあたりちょっと制約があるものもあったりとかはするんですが、おおむねほとんどのカメラがこれ実際に iPhone でその場で撮ったものも、あとは昔撮ったものも全然自由にフィルターかけ直したりすることができるので、本当にいろんな使い方できるんですよね。であとはタイマー機能とか、あとフラッシュのオンオフ、あと色温度とか露出の調整もできますし、あと画角調整ももちろんできるようになってます。でちなみに私は特に好んで使っているのがこの D クラシックというカメラと、あとこの右側の GRDR のこの2つですね。 D クラシックの方はフィルムらしい柔らかいノイズが乗った結構エモーショナルな雰囲気に加工できるフィルターになってます。でこの GRDR についてはすでに手元にある写真データをインポートして加工するっていうことはできないんですが、かなり暗めのシチュエーションでもキリッと雰囲気のあるような写真にしてくれるんですよ。しかもこのフィルターをかけていないまっさらな元データの方も別途保存しておいてくれるので、後で別の保存しておいた元データの方をライトルームの方に取り込んで全然別の加工をするみたいなこともできるようになってます。でこの DAZ アプリが無料でも一応使えるは使えるんですが、有料フィルターがかなりいいんですよ。しかもこれ有料が1回こっきり
2200円とかの買い切りなんですよね。でそれでいくらでもこの好きなフィルター使い放題っていうような感じなので、圧倒的にですね有料で使うのをおすすめします。今フィルムカメラとかも結構買うと高いんですよ。カメラ自体も高いしフィルム自体も高いので、だったらiPhone で2200円でこのアプリ1回こっきり買って、で好きに写真撮影楽しむみたいなのも結構いいんじゃないかなと思います。続いての買ってよかったものがこちらですね。このバッグとショルダーベルトになります。これバッグとショルダーベルト別のブランドのものなんですが、こんな感じで組み合わせて使ってあげると結構いい感じなんですよね。今日みたいなカジュアル度の強い T シャツ系のファッションにも合わせることができますし、おそらくですね冬コートとか着てる時とかもこれの組み合わせだとちょっとストリート感が出て程よく抜け感が出る感じもあって、割と使いやすい組み合わせなんじゃなかろうかということで、今年の夏は結構このバッグとショルダーベルトの組み合わせで出かけてましたね。でまずこのバッグ本体に関してなんですが、これがですねフェイクレザー製になってます。本革ではないんですけど結構しっかりした作りで重厚感もあって、見た目のがっちり感重厚感よりは軽いんですよ。バッグ自体がそこそこ軽めなので、割とですね私バッグの中に荷物をパンパンに詰めたがるタイプなんですが、そんな私でもこの太めのショルダー1本で結構支えきれるような感じになっていて非常に気に入ってます。でこちらのバッグがですねこんな感じでトートバッグとしても使えるようなちょっと短めのベルトがついてるんですよね。なのでこの状態でショルダーベルトをつけっぱなしでもスッと肩掛けしてトートバッグとしてさっと使ってあげるみたいなことができるようになってます。でこのショルダー用のベルトについては私お気に入りのものに交換しちゃってるんですけど、もともとこれ付属している長さ調整可能なショルダーベルトも一緒にこれ購入するとついてくるんですよ。ちなみにもともと付属してくるベルトをつけてあげるとこんな感じですね。これはこれでシンプルで結構いい感じですよね。でこのバッグさらに嬉しいのが結構大きめで重たいものを中に入れて持ち歩くことも多いっていうこともあってか、なんとですねじゃじゃん、そこにちゃんと鋲がついているんですよね。なので中に結構壊れやすいものとか入れてたとしても、デスクに置いた瞬間とかは一旦ですねここの鋲が衝撃を受け止めてくれるっていうような感じになってます。でこのバッグ本体の、一番大きなここの口の部分ですね、ここの留め具はシンプルなマグネット式になってます。パチッと留めてで使えるっていうような感じですね。でバッグの中身についてはですねチャック付きの内ポケットが2つ、しかもですねこのチャック付きの内ポケットの間にも何かしらの物がスッとそのまま刺して入れられるようになってるんですよね。で反対側にはチャックが付いていないタイプの内ポケットが2つさらについているっていうような感じになってます。でさらになんとここの外側の側面にも結構広めのポケットが2つそれぞれ側面についているので、この点も非常にありがたいですね。でこのショルダー用のベルトについてはこれはマーク・ジェイコブスのものですね。私マーク・ジェイコブスめちゃくちゃ好きでバッグも別に持っているので最初それと合わせて使おうかなって思って買ったんですけど、結構ですねこのベルトが太めなんですよ。なのでこういう大きめのシンプルなバッグと合わせた時になんかめちゃくちゃ相性いいぞと思って、なんか程よいストリート感が出てるような感じがあるんですよね。だからこういうT シャツルックの時とかにもなんかレザー系のバッグなのに意外と合うなみたいな、なんだったらシックな服装よりもこのショルダーベルトのおかげでちょっとストリート風の格好の方が合うかもしれないみたいな感じにできたので、他のバッグとかにも割と付け替えて使ってあげることが多いです。でしかもですねこれやっぱ太いから結構重さが分散されるんですよね。細めのショルダーでそのまま使ってるよりも肩の負担が結構減ってる感じがあるので、実用性っていう点でもかなり気に入ってます。であとこの持ち手の近くにつけているこの大きめの銀色の輪っかなんですが、これはバックハンガーのクリッパですね。こんな感じでパカッと開いてカフェとか荷物置いとく場所がない時とかにバッグをこうやって引っ掛けて、であとこの上の方はデスクにこうやって引っ掛けてっていうような感じで使える便利アイテムになってます。で私が使っているのがクリッパのツヤありシルバータイプですね。結構ですねこのバッグとあとこの
マーク・ジェイコブスのベルトとこの艶ありシルバーが相性がいい感じでして、私はですねこれさらに丸型カラビナをこの持ち手のところに1個ちっちゃめのをつけて、でそこにですねクリッパーをこうやって引っ掛けてっていうような感じで使ってます。続いての買ってよかったものなんですが、それがこちらです。じゃじゃん。ここの首元につけているネックレスですね。これパールとあとステンレスのチェーンネックレスを組み合わせてるものなんですが、これ最近めちゃくちゃ気に入ってる組み合わせで、こういうちょっとカジュアル度の強い T シャツコーデに合わせてこのネックレスをつけてあげることが多いような感じです。まず一つがこれですね。こんな感じでちょっと細めのチェーンとパールが一緒になっているタイプのネックレスと、あとこちらのですねちょっと太めチェーンはこれ単体でもそこそこの存在感を持ってつけれるような感じのちょっと短めのネックレスになってます。このパールとセットになっている細めの方もこっちの太めの単体の方もどちらもステンレス製になってます。でステンレスの何がいいってまず肌荒れ全然しないんですよ。そもそもアレルギー反応がめちゃくちゃ起きにくい素材である上にですね、外した後簡単に洗ったりすることができるので非常に清潔な状態を保ちやすいんですよね。でさらに嬉しいのがステンレス製だとシルバー925とかと違ってめちゃくちゃ硬くて頑丈なので全然傷がつかないんですよ。で黒く濁ったりすることとかもないですし、使い終わった後汗とかちょっとキュッて拭いてあげればもう全然このピカピカツヤツヤのままを保ってくれてるので、お手入れする手間とかもほとんどなかったりするので、その点でも非常に気に入ってます。でこのパール部分に関してなんですけど、こちらはですねおそらくプラスチック系の人工パールかなと思います。でもともと私パールネックレスって全然持ってなくて、というのもなんかちょっとこうシックでフェミニンな印象が強いじゃないですか。なので私のこの感じのファッションとかだとあんまり合わないんじゃないかなって思ってたんですけど、最近ですね私 K-POP にハマっておりまして、K-POP の推しちゃんたちがですねこのパールネックレスをめちゃくちゃかっこよくパフォーマンス衣装とかと合わせてつけてるのをもう何回も何回も見かけたわけですよ。もうそしたら私ミーハーなんで本当に欲しくなっちゃって、似たようなやつをこう購入してこんな感じでちょっとごつめのチェーンとかと合わせてつけてみたらですよ、あれなんかいい感じじゃんみたいな、そんなにシックさとかフェミニンさが行き過ぎることもなく、ちょっとこのカジュアルな感じの T シャツルックとも非常に相性が良くてですね、しかも首元にちょっとこの重ね付けして重さを出してあげるとなんかこう全体的なバランスも取りやすいんですよね。今私これ下にワイドパンツ履いてるんですけど、結構この下半身がこうボワッと広がったような状態でもこの3連のネックレスが来てくれることでなんかいい感じにこう全体のバランスが取れるんですよ。とはいえやっぱりですねこのパール、ちょっとまだ自分にはハードルが高いかなという方にですねおすすめしたいステンレスネックレスがありまして、それがこちらなんですよ。じゃじゃーん。ボールチェーンタイプのネックレスですね。これマジで使いやすい。これ1個持ってるとすごいシンプルな T シャツのファッションの時とかもこれ1個首元につけてるだけでなんかちょっとおしゃれ感というかちゃんと考えてこの服着てきました感が出せるんですよね。じゃじゃーん。ちなみにボールチェーンネックレス単体でつけてみるとこんな感じです。どうでしょうか。結構シンプルだけどいい感じじゃないですかね。特に柄とかが何にも入っていない T シャツとも相性いいんですけど、こういうですねちょっとしたイラストが入ってるタイプの T シャツとも全然喧嘩しないような感じなので、パールはまだちょっと手が出しにくいかなみたいな方にはこのボールチェーンネックレスめちゃくちゃおすすめです。ちなみに先ほど紹介したちょっと太めのチェーンネックレスと重ね付けしてみるとこんな感じですね。どうでしょうか。これはこれでちょっとごつくていい感じですよね。だいぶ首元の存在感が出るんじゃないかなと思います。でこちらのボールチェーンネックレスについてもステンレス製なのでアレルギーも起きにくいですし、もうめちゃくちゃ頑丈な感じになっています。でそれでいてですねさらに嬉しいのがこれボールの一個一個が中身が空洞になってるんですよ。だから見た目より全然これ軽いのでつけててもあんま首疲れないんですよね。その点でも非常に気に入ってます。でもう一つアクセサリー系で買ってよかったのがこちらですね。この人差し指につけているステンレス製のリングになります。でこのリングがですね見ていただいた通り上の部分がこうちょっとシュッとまっすぐになっているフラットな面が
あるタイプのデザインのリングになってます。シンプルだけどそんなにですねファッションを邪魔しすぎない、いい感じの個性が出てるリングなのかなっていうことで、私自身も非常に気に入ってますし、かつですねこれつけてるとよくどこのですかって聞かれるので、やっぱ人から見ても魅力的に見えるリングなのかなっていう風に思ってます。で、同じ指で重ね付けとかも、割とできなくはないですね。こんな感じでなんか個性はあるけど他を邪魔しすぎない感じでいいですよね。結構いろんな方に使っていただきやすいんじゃないかなと思いますが、ただですねこれちょっと1点ご注意いただきたいのが、一番大きいサイズが11号までなんですよね。で、私が今これ手元に持ってるのが11号なんですけど、私の指で、人差し指と中指に入るかなぐらいの感じなので、結構ですね手が大きめの男性の方とかだと中指人差し指とかにつけるのはちょっと難しくなっちゃうかもしれないですね。私女性の中ではそこそこ指太めな方なので、多分いける方もたくさんいらっしゃるとは思うんですが、結構手が大きいなっていう自覚がある方はですね、多分薬指とか小指用になっちゃったりすることもあるかなと思います。続いての買ってよかったものがこちらの文庫本ですね。ない仕事の作り方っていう本になります。もうこれがですねあまりにも面白すぎて、私これ移動中の電車で結構ずっと読んでたんですけど、もう笑いをこらえるのに必死でしたね。もうこんなにテキストだけで笑わせてくるってほんとすごいなって思いながら読了をしました。これ基本的にはビジネスハウツー本ですね。もう本当に最高に緩くて楽しいビジネスハウツー本となっております。マイブームとか、あとゆるキャラの名付け親としても知られる三浦淳さんの本なんですよ。で、そんな三浦淳さんがどんな風に新しいブームを作ってきたのか、でそうやって作り上げたブームをもとに今までこの世に存在しなかった仕事っていうのを、どんな風にして世間に浸透させてきたのかっていうのをもう隅から隅まで知ることができる内容になってます。で、基本的にはこれエッセイ風のゆるいテンションで解説してくれてる本なので、移動中の隙間時間とかにさっと読むのにめちゃくちゃありがたい本なんですよ。ですごくゆるいテンションのテキストのはずなのに、アイディアのひらめき方から印象に残るネーミングのコツ、あと考えた企画を世の中に広める方法、そういったところまで本当に結構ですね仕事に関するいろんなアイディアっていうのを網羅してくれているんですよね。あらゆる人類に対して参考になるかっていうと結構尖った内容も多いので、読む人はもしかしたら選ぶかもしれないんですが、そもそも本自体が非常に読みやすくて面白いですし、好きなことを仕事にしたいとちょっとでも思ったことがある方なら一読の価値があるんじゃないかなと思います。ぜひですね気になった方は一度チェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、続いては買ってよかったもの最後のアイテムのご紹介なんですが、最後はいつも漫画を紹介しておりまして、今回はこちら漫画魔王と勇者の戦いの裏でをご紹介したいなと思います。この作品がですねいわゆるナロー系とか異世界転生ものって呼ばれるようなジャンルを一応踏襲してはいるんですが、これがですねもうすごいんですよ。本格的なファンタジー漫画としてゴリゴリに作り上げてあって、もうめちゃくちゃ読み応えがあるんですよね。一応今のトレンドとしてはゲームの世界に主人公が転生してしまって、そこでちょっと生き残るために頑張るみたいな感じのテイストの漫画が多いので、今回のこの魔王と勇者の戦いの裏での主人公も自分が今までプレイしていた RPG のゲーム世界に転生してしまうっていうところから物語が始まってます。で、その RPG のゲーム世界は貴族とかが結構たくさんいるような世界観なんですよね。で、とある貴族家の子息として息子として転生した主人公がですね、もうこの過酷な世界で頑張っていくっていうようなお話なんですけれども、面白い。私ファンタジー作品そもそもめちゃくちゃ好きで、映画も漫画も結構ですね本格ファンタジーと呼ばれるものとかも割と楽しんだりするんですけど、それを知っていてもなおですねめちゃくちゃ読み応えがあるなって感じるような作品なんですよ。で、そもそも主人公がベルナーっていう名前なんですけど、ベルナー君が転生したこのゲーム世界っていうのが勇者と魔王の戦いによって世界の命運が決まるっていうような割と王道な感じストーリーの世界観なんですよね。で、もう本当にその感じがですねぶっちゃけ超ハードモードなんですよ。もう勇者が魔王に勝てなかったら世界が終わるんです。で、主人公は残念ながら勇者ではないんですよ。あくまでモブなんですよね。そのゲーム世界に
なんかいたかもみたいな感じのモブキャラクターとして転生してしまうんですよ。だから主人公自身はチート的な能力とか持ってないんですよね。でそのことを主人公はですねもうよくよく分かってるんですよね。自分はモブキャラとして転生してしまった。でスキルも槍術っていう、基本的な戦闘スキルしかない。これはやばいぞと。でしかもですよ、ベルナ君思い出したんですよね。あれ待ってよみたいな。そういえばゲームの最初の方のイベントでなんか俺の領地とか結構やばい状況になってた気がするぞみたいなことを思い出すんですよね。でそんなさなかですよ、ベルナ君学生なんですよね。その学校にですね、なんとこのゲームの中で非常に重要な役割を果たす勇者がですね、同級生として現れるんですよね。であんまり勇者に深く関わりすぎると勇者君は基本的に最前線で戦う感じなんですよ、ストーリー展開的には。だからちょっと勇者君とは結構距離を取っているんですけど、それじゃ物語は始まりませんから、ひょんなことがきっかけでこの2人は友人同士になっていくんですよね。友人同士になってしまったのは幸か不幸かわからないけれども、どっちにしろこのままのうのうと生きてたら死ぬだけかもしれないっていう風に主人公のベルナ君は思うわけで、もうこうなったらしょうがないと。勇者君と築いたこの友情っていうものと、あと前世の知識ですよね。あくまでざっくりとしたストーリーラインしか知らないですけど、そこの部分と、あともう彼本人の知恵ですよね。どういう風に生き残っていくか、じゃあゲームイベントの戦闘が始まったらどういう立ち回りをすればいいかみたいなのをですね、すごい戦略的に考えてゲーム本来のシナリオをちょっとずつ覆していくっていうようなお話なんですよ。で割と1巻とか2巻の序盤の方にはですね、ものすごいたくさんの犠牲が出る戦闘イベントっていうのが行われるはずだったんですが、そこで主人公のベルナー君がですね堅実に活躍するんですよね。ほんとそのあたりがもう本当に面白くて、もう 1,2 巻あたりからおーみたいな、こんな感じで本格的なファンタジーストーリー見せてきたかみたいな感じで、ストーリーもすごくいいんですけど、何がいいかって、やっぱ私自身はこの主人公のベルナー君がめちゃくちゃ好きなんですよね。あくまで生まれ持った才能としてはベルナー君は槍術って槍のスキルしか持ってないんですよ。もうその世界から見たらもう超平凡な、能力なんですけど、ベルナー君はその自分の状況っていうのを平凡なキャラクターでしかないっていうような状況をめちゃくちゃ冷静に判断できるタイプなんですよね。で自分がどういう人間なのか過大評価しないタイプの主人公っていうような感じで、ジャンプ作品でいうとワールドトリガーの三雲くんいるじゃないですか。ちょっと感じに近いんですよ。非常に冷静だけども本当に心の奥底には熱い思いを持ってて、そのための努力は怠らないみたいな感じのタイプで、もう好感しかないような感じのキャラクターなんですよ。でしかもさらにすごいなって思ったのが、ベルナー君は自分一人だけで何とかしようとしないんですよ。もちろん自分一人でできることはもう最大限やった上で、ちゃんと頼れるところには頼るんですよね。で踏ん張りどころではしっかり踏ん張ってっていうような感じで、読んでてすごい熱くなる要素っていうのがちゃんと組み込まれているんですよ。多分普段ジャンプ作品とか見ている方とかも割とですねしっかり楽しめるような漫画になっているんじゃないかなと思います。でこれさらにすごいのが作画がめちゃくちゃいい。もうマジでかっこいいんですよ。もう本当に美しくてかつ迫力があるような絵柄でして、その点もですね本格戦記ファンタジーを読むっていう点では非常にありがたいんですよね。ナロー系のねコミカライズ作品がお好きな方はもちろんなんですが、本格的なファンタジー作品が好きな方もどっちでも楽しめると思うので、ぜひですね気になった方はこの機会に一度チェックしていただけたらなと思います。でちなみに今回紹介しきれなかった読んでよかった漫画については日頃ですね楽天ルームの方に感想付きでまとめておりますので、概要欄に楽天ルームの URL 貼っておくので、気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。あと最近はサブチャンネルの方もちょこちょこ更新しておりますので、ぜひですねまだ見たことないよっていう方はそちらの方もチェックしていただけると嬉しいなと思います。ということで今回は最近の買ってよかったものをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もこういった買ってよかったものとかお気に入りのものとか身の回りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。